寝床にしては冷たく、夢にしては感覚が鮮明だ。そんな違和感を覚えて目を開ける。果たしてそこは実質でも夢の中でもなかった。消灯後の霊山軌道。奥のドームから差し込んだ月明かりが乙女像の輪郭をぼーっと浮かび上がらせている。寝入ったはずのアルエットは何の脈略もなく霊山軌道の中央に佇んでいたのだった。シャワーを浴びた後、寝巻きに着替えたはずなのに、昼間のまま制服姿で。私、どうして？アルエットは身を震わせた。予期の寒さに、予期の寒さに苛まれたこともあるが、それ以上に状況の異常さが彼女を怯えさせた。不可解というだけでなく危険だ。アルエットは今、罪を犯したとみなされる状態なんだ。消灯後に自室から外に出ることは校則で禁じられているのだ。もし夜の見回りをしているアドラーなどに見つかったらただでは済まないだろう。寝たはずなのに気がついたら夜の霊山軌道に立っていたなどという言い訳が通用するわけがない。冤罪事件の際に提示された一日霊山基地を唱え続けるというものは校則破りの罰としてはまだ軽い方だ。罪が重ければ自傷行為を強いられることもあると聞いた。自らの手で焼けた鉄を皮膚に押し付け、その際の震えで烙印が不鮮明になってしまったら別の箇所でやり直しをしなくてはならないとか。もしかして夢？そうとも思えないけど。アルエットは夢であってほしいと願いながら周りを見回したが、目覚める気配はない。深い陰影にかたどられた乙女像の姿は、昼間とは比べ物にならないほどの不気味さだ。ベールの影に塗りつぶされた僧帽が自分の罪をじっと見定めているような気さえした。ここに居続けてもどうしようもない。ただ体が冷えるだけだ。アルエットは足音を忍ばせながら霊山軌道を後にした。霊山軌道の外に出たところで眼前に広がる光景に驚き、アルエットは立ち尽くした。霊山軌道から校門前へと至る階段も見渡す限りの石畳も緑色にきらめく霧に覆われている。そうとしか言いようのない眺めだ。足元を見やると靴の周囲をエメラルド粉微細に砕いたような光の粒子が取り巻いていた。それが地から天へと逆島に降る美しい雪めいて立ち上り、ふくらはぎほどの高さでかき消えている。アルエットはその神秘的で儚い眺めに見入られて何度も瞬きをした。正体不明の現象なのに警戒心がもたげなかったのはひとえに美しいからだ。足を踏み出すとその動作が風を起こし、蛍の群れのように光の粒が舞う。アルエットは宣告までの危惧をしばし忘れ、ふわふわと踊るように霧と戯れた。そうこうするうちに光の粒の正体について思い当たった。ゾウカスで作った花をエテルへと分解するとき、確かこんな輝きを目にした気がする。もしこれがエテルなのだとすると、この現象は増加術の機構が夜に行っている何らかの処理なのかもしれない。例えば、全自動掃除機内のゴミや洗濯物の汚れをエテルに分解して放出している最中だとか。筋の通った推測だと思った。理屈がついたことで安心はしたが、
同時にこの景色の神秘性は減じてしまって少しもったいない気もする。と、そこでアルエットは沈殿する霞の中でひときわ強く輝く一体を目に留めた。近づいて観察すると何か石のかけらのようなものが落ちていて、そこから濃密な輝きが灯っているのだと知れた。これは何？宝石？宝石のかけら？あれじゃね？オルロが言っとった夢のかけらじゃね？拾い上げてまじまじと観察する。連想したのは宝石だったが、似て非なるものという気がした。幾何学的なカットによって外部の光を乱反射させる奇跡と異なり、これはそれ自体が内部から発光している。やおらその輝きが膨れ上がった。やおら？視界が一気に白み、アルエットは思わず目を閉じる。目が焼ける、痛むといった有害な予感はなかった。不思議な柔らかい眩しさだった。最初は嬉しさより戸惑いの方が強かったかもしれない。花に例えられるなんて初めてだったから。この声は目くらましに一瞬遠のいた意識の隙をつくようにつがいの中に響き渡った。この声は何？知らない少女の声だった。喜びと眼臭の入り混じるあどけない声。目を開けると拾い上げたはずのかけらは跡形もなく消失していた。さっきの声はあのかけらから放たれたものだったのだろうか。考えようとしたアルエットだったが、離れたところにまた光の間欠線を発見し、そちらに歩み寄る。果たしてその輝きの根源にはまた一つ宣告のかけらが落ちていた。これはもしかしてアルエットの記憶？第一、クレマチスなんて知らなかった。ここの基準じゃ学ぶ価値の薄い植物だもの。拾い上げるとやはり光を放って消えながらアルエットの頭の中に声を残した。石のかけらは一体何なのか。この声は誰のもので、なぜアルエットに語りかけてくるのか、何もかもがわからない。しかしわからないこそ興味を立てられて、アルエットは自らの石を探しながらさまよった。けどそんなことやっとったら、幸い立ち上る光の田んぼで石のありどころには簡単に見当をつけることができた。でもあの人にとっては可愛くて綺麗な花なんですって。そして私はそれに似てるんですって。私にとってクレマチスは特別な花になった。好きでも嫌いでもない、可愛いでも綺麗でもない。この石はシマンなのではないかという推測がアルエットの胸に湧いた。もともと一つの大きなシマンだったものがかけらとなって散らばり、断片的な情報を声として吐き出しながら消えていく。根拠などないただの直感だったが、体感上の説得力は十分にある。
クレマチスの近くを通りかかるたびに目が吸い寄せられた。しおれてみっともなくなっていないか、散って寂しくなっていないか、隅々まで観察した。鏡の中の像を見つめて、髪の乱れを気にかけるように。それにしても、これは誰の声？同じ人物のものらしいけど。現象について目星をつけたところで、今度は声の主が気になった。わかるのは、誰かからクレマチスになぞらえた形容と、その誰かに対する初々しい死母だけ。あら。と、少女の人となりを想像しながら、寮の付近まで来たところで、アルエットは凍りついた。マジか。幻想的な夢が一気に悪夢に変わる。大いなる乙女像、いや、歪んだ花嫁がベールの下に深い闇をたたえながら佇んでいたのだった。はぜた肉の毒々しい赤、黒上ぬーっと差し伸べられた腕、無生物のなりで生き物のように動くことへのおぞましい違和感。後れかけていた初日の夜の記憶が遡るように蘇る。突如響き渡った重い音がさらにアルエットを脅かした。それは歪んだ花嫁の腕の先から大きな質量を持った物体が地に落ちる音だった。二人の少女だ。この学園の寝巻きをまとって重なり合うように倒れている。何をしているの？思わず大声で叫んでから、そのせいで歪んだ花嫁の標的が自分に移る可能性に思い立った。けれど、地に伏した少女たちにまだ息があるのなら、引きつけた方がいいのかもしれない。この二人は誰だ？あれか。一般生徒だったりするんかな。だとしたらほら、オルロが話してくれた七不思議の話が、辻褄合うやん。この花嫁が生徒を誘拐するみたいな話。だからこそ、ノリってのが大事ってそこなんじゃない？もしかして。考えすぎ？アルエットは恐怖に震える足を叱咤しながら、歪んだ花嫁の出方を伺っていたが、次の瞬間、思考のすべてが驚愕に打ち砕かれた。地に伏した少女たちの肌に大きなあざが点々と発生したかと思うと、一気に弾けたのだ。あざじゃねえかもな。皮膚を食い破って体内から何か長大なものが伸びる。少女たちの血のまとい、蛇のようにのたうちながらギクシャクと中空を泳ぐ。それは植物のツタに見えた。悪夢そのものの光景にアルエットの喉は凍りつき、悲鳴や愚か呼吸すらままならない。呆然と見開かれた瞳の中で少女たちは次々に起き上がった。弱った人間が早漏と身を起こす動きは似て非なる不自然な仕草。まるで体内にはびこるツタが二人の獅子を中空に引っ張って無理やり起こしたような。この二人、マジで。アルエットは見てないもんな、この二人を。
話しか聞いてないもんな。これが魔法だったら多分おしっこ漏らしとったやろな。マジか。大人びた長身の少女があどけなさの残る小柄な少女を後ろから抱きしめているような体勢だ。重ねられた手も力の抜けた足もうなだれた首も食い込むほどに強く締められていて、二人で一つの操り人形のようだ。かすれた声を聞きつけたようにツタが一斉に花をつけた。クレマチス？薄い紫色をした小さな星のような花。凶悪なまでにたくましいツタとは明らかに不釣り合いだが、花の顔だけ見れば確かにクレマチスだ。鈴なりに咲いた花はツタが揺れるたびにおのおのの重みで震え、声を揃えてうなっているようにも見えた。どこにいるの？前に立つ少女の青ざめた唇が動き、到底人とは思えない不気味な響きの声を吐き出す。何を？探しているの？と問いかけたところで、少女たちを戒めるツタの一端がアルエットめがけて身をくねらせた。それは意志のあるもののように宙を泳ぎ、避ける間も与えずに絡みついてくる。足首を取られたと思った瞬間、重力が反転した。両足が地を離れ、中空に吊り下げられる。四肢を使って精一杯もがいたが、ツタは柔軟に伸縮して力を逃し、要所要所をさらにきつく戒める。気配はするのに。ねえ、意地悪しないで。アルエットは喉奥から絞るようにおえつを漏らした。単純な苦痛のみならず、絡まれた箇所から力が吸われていくような異常な感覚が彼女を災難だ。体の奥で循環していた凛しい熱が奪われ、冷たい低体へと変わっていくのがありありとわかる。いつもそうなのよ。あの人はすぐに。遠のく意識の中で少女の声は水を立てたようにくぐもって聞こえた。心細げな迷子のような小青とかけらから聞こえてきたものと同じ声だと気づく。そうきたか。しかし気づいたところで何の解決にもならない。そういうことか。アルエットの体はいよいよ弱りきり、今や抵抗どころか指一本動かすことさえ難しい。このまま全ての力を吸い取られたら自分はどうなってしまうのだろう。遠からぬところまで迫っている死の気配が漂って虐待もない思考を促した。そうしてアルエットが意識の最後の一かけらを手放そうとしたとき、空っぽの全身を貫くように衝撃が走ったかと思うと、一気に高速が解けて落下した。地面に崩れ落ち、半身をしたたかに打つ。呼吸さえ忘れかけていた肺が急に覚醒し、胸いっぱいに息を吸う。アルエットのかすむ目はのたうち回るツタの姿を捉えた。半ばから断ち切られており、血液の代わりのように緑色の霧を噴出している。少
救われた。生きている。死の手を辛くも逃れたという実感がじわじわとこみ上げる。アルエットは荒々しい呼吸を繰り返しながら視線を上げ、そこに立つ人影に気づいた。緑に輝く霧の中に白の姿がぼーっと浮かび上がって見えた。特進クラス首席のマントは羽織っておらず、制服のみに包まれたその姿は折れそうなほど細身だ。しかし超然とした雰囲気のためか儚い印象はみじんもない。その周囲に螺旋の軌跡を描いて描いた黒い縄のようなものが高質な音を立てて地に落ちる。長い鎖だ。菱状の金具が互いにはみ合うひし形か。長い鎖だ。ひし形の金具が互いに噛み合う様には整然とした美しさがあったが、ところどころに鋭いトゲが生えている。その一端には大ぶりの重りのようなパーツがついており、不可思議な光を放っている。もう一端はルクが手に持った塚へとつながっていた。引きずるほどに長い実を持つ、それはムチだった。宣告はこれでツタをなぎ払い、アルエットを救ってくれたのだろう。早く逃げなさい。どうして。早く。アルエットはすぐさま立ち上がり、従おうとした。ルクの平静からは考えられない強い声がそうさせた。しかしひどく衰弱した体にはうまく力が入らず、数歩歩いたところでガクンとつんのめる。すかさず弾かれたばかりのクレマチスのツタが伸び上がり、アルエットへと襲いかかった。何をしているの。ルクは一括し腕を大きく振る。長い鎖は稲妻めいた直線的な軌跡を描いてツタを迎え撃った。かっこいい。邪魔をしないで。あの人をどこへやったの。しかし少女が叫ぶと、その悲憤が宿ったようにクレマチスのツタが中空で身を翻し、今度はルクへと襲いかかる。予想外に早い反撃だったのだろう。ルクは一瞬だけ目を見張った。氷のような瞳の奥に炎めいた殺気が宿る。鋭い息遣いとともにムチの塚を大きく横に投ぐ。鎖が不規則に踊り、空中に亀裂のような模様を描く。別々の場所からそれぞれの角度で迫ろうとしていたツタは、空中の至るところで弾かれて勢いを減じた。そのうちいくつかは断ち切られ、中空に緑色の飛沫を巡らせる。どうやらルクは一本の鎖で全てのツタを阻むために複雑なシナリオを与えて鞭を振るったらしい。恐ろしいほどの腕前だ。荒事に詳しくないアルエットにもその熟練ぶりは伺い知れた。しかしそのルクにしても計算外のことは起きる。弾かれたツタの一つがふらふらと空中をさまよった後、懸命にその場を離れようとするアルエットの方へと流れていったのだ。ツタの端がアルエットの肩に当たったのはあくまでも偶然によるもので、軽く小づかれた衝撃しか伴わなかった。しかし次の瞬間、ツタは急激に生気を巡らせて再度襲いかかってきた。弾みで標的に触れたことで本来の目的を思い出したかのようにも見える動きだ。呼ばれたように他のツタも一斉に方向転換してアルエットへと向かう。数本のツタがその肌にたどり着くと、あっという間にアルエットは吊り上げられてしまった。
残ったわずかな体力を絞って抗おうとしたが、次の瞬間、アルエットは左胸に冷たい衝撃を感じた。見やると一本のツタがくさびのように胸を貫いている。弱らせた獲物に対するとどめなのだろう。ここから体に残っていた最後の力があっけなく吸い取られていくのを感じる。もはや声も出なかった。凄まじい丘と苦痛に蝕まれるが、緩和しきった体は痙攣することさえできない。失われていく視界のどこかでエメラルド色の光が明滅した気がした。体の輪郭が溶け崩れ、緑色の霧に溶けながら吹き散らかされていくような心もとない感覚に襲われる。まるで泣き叫んでいるかのようだとアルエットは思う。まるで冷静さを失ったルクの呼び声のことか、あるいはどこからともなく鳴り響く時計塔の鐘の音のことだった。気がつくとアルエットは薄闇の中に漂っていた。徐々に鮮明になる五感がここに来るのは初めてではないと訴える。確かに覚えがあった。水底の洋蘭とも言うべき神秘的な空間、身を寄せ合ってたゆたう相手も以前と同じだ。不思議なことに、起床後は全く思い出さなかった前回の記憶が知らぬ間に頭の中に戻っていた。こんばんは。あれ、どうしたの？アルエットは緩慢に体を動かして可能な限り自らの状態を確かめた。特に何も異常はない。異常がないからこそ首をかしげる。ツタに戒められた痛みも、生命力を吸い上げられた生々しい恐怖も、救ってくれたルクへの感謝も、戦う彼女の心配も、ついさっき経験したばかりのように残っているのに。私、襲われたはず。何に？クレマチスに。お花に襲われたの？あなたなら喜んで受け入れそうだけど。お化けみたいで怖かった。何か言っていたけど、よくわからなくて。あら、今日は随分とたくさんの夢の種を持ってきたじゃない。オルラはまるで別方向に話題の舵を切った。言われて初めてアルエットは自分たちの周囲に散らばっているものに気づく。夢の種。確か前回の開口でオルロはそう言っていた。これを集めてくれば小さなかけらが大きな島になると。それに触れることで夢を見られるのだと。本当ね。いつの間に。オルロは二人の顔の間に手を翻す。手をかざすか。するとそこに一つの島が浮かび上がった。おかげさまで一つ完成したわ。あなたが知りたがっていた例の夢が。例の夢？オルロは意味ありげに言ったが、アルエットには心当たりなどない。正確に言えば覚えがあるような気はするのだが、はっきりとした実像へたどり着く筋道が全くわからないのだ。相変わらずこの空間に来ると思考が鈍る。情報の行き交う道が見えない力に圧迫されているようなもどかしさがある。ただ、鈍っているなりに好奇心だけは働いていた。オルロに目顔で促されるまま、アルエットは目の前に浮くシマンへと手を伸ばした。